皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラコヤジです。今回ねちょい乗りまたね調子悪いというかね、おかしいなと思ったんですよ。変なとこから変な音が出るなって思ったんですよね。そしたらね、もう開けてびっくり、えらいとこからね煙が出るんですよ。いやね、初めはね全くもってして気のせいかと思ってたんですよ。マフラーも交換したし、確かにマフラーのガスケットは交換してなかったんですよ。排気漏れにしてはそんなね高らかな音出ないだろうなと。明らかにこのなんていうのかな、バックファイヤー的なパツンパツンという、しかもアクセルを開けた瞬間に点火した瞬間になるという、不可思議な現象が起きてしまってね、開けてみたところ、こんなとこから煙出るのかよってところからね、面白いように煙出てるんですね。これはもうね、そういえばなんですがね、昔の記憶が蘇ってきましたよ。最後の最後で買った不動産、これすごく安く買ったんですよね。不動車ということで購入したやつが、これなんていうのかな、ヘッド固定するネジを舐めちゃってる車両みたいなんですよね。で、あの手この手を使ってなんとか形にしてたみたいで、確かにエンジン実動レストアベースかなんかの感じで買ったのかな。それがもう開けてびっくり、これはもう直すのめんどくさいやと思って、で買ってからねしばらくはね、うちの妻がねなんとかだまし乗っててくれたんですがね、いつの間にかねそのまんま片隅に追いやられてたのかなというふうに記憶が蘇ってきました。それをね、もう 10年までいかないか、7年8年の時を経てようやっと直そうかなということで、今からやっていきます。で、エンジンを固定するナットボルトなんですが、一番後ろかな、じゃないな、だからどっかのネジが1本長いんですよ。ばらせばわかると思うんで、左の一番後ろでした。で、あとはボルトが5本だ、5本で止まってて、あとはリアのアクスル抜いてチェーンを緩めるなり外すなり、チェーンジョイント使ってればねジョイント外してもいいと思うんだけども、ないようだったらそのままなんていうのかな、チェーン外してそのままやった方がエンジンはストンと落ちます。あとブレーキのラインを抜いて、ハーネス抜いて、あとエンジンイグニッションコイルかなんかから伸びてる線をケースにこの、10ミリのボルトで止まってるんですよね。それをちょっと気をつけて先に抜いとくことを何回か切っちゃって、あれユニット一体型だったのかな。なのでイグニッションコイル壊す羽目になるんでね、十分お気をつけください。というわけで、ちゃちゃっとエンジン外してしまいました。結構本当にね簡単にちゃちゃっと外れるんでね、本当入門に最適ですよ。そうそう、私ねちょい乗りのエンジンね落とす時ってね、だいたいマフラーつけっぱなしで落とすんですよね。なのでねこんな形なんですけどね、これマフラーのフランジからねパイプからね結構細いんで、これお気をつけください。あんまりおすすめしないばらし方ですね。マフラー外してからのなんていうのかな、解体を強くおすすめします。たまたまねこのマフラーって実はね新品らしい、違うな、ほぼ新品だったのかな、新品サビあり高を、購入したんですよ。純正がね確かね当時でね5000円ぐらいだったのを、1万、送料込みで1万ちょっとかかりましたね。今もうマフラーの方がメーカーでもう終わっちゃってるんでね、もう車外を入れるか高いストックしていただいてた方から高い金額で購入するかの2択しか残ってないんで、もしくは頑張って溶接を覚えて自分で製作するかの3択ですかね。私はもう溶接なんか超下手くそなんでね購入しましたと言ってる間にね、もうちょい乗りの心臓部、もうかわいい OHV 下回ってない OHV の、もうヘッドまでそろそろ取れる勢いですよね。ヘッド、そうそう、ヘッドをね取ろうとしたらねネジテンションかかってないんですよね。何かと思ってみたら、これ分かります？アルミがね、アルミの要はシリンダーのブロックって言っていいのかな、それのね要はネジ山のアルミの部分がごっそり抜けてたっていう、そりゃガス抜けるわなって。でそのアルミのやつをこうスポッて取ってみました。こんな感じのアルミのね面白いバネみたいな形でね取れました。
ね、こんなことあるんだなって、まあそりゃそうかなって、結構綺麗にごっそり抜けるんですよね。ということでもうこいつはもうあれしかないということであれをやっていきます。そうそう、ネジ山がこのバネみたいな、なんだそれってお気づきの方いらっしゃるでしょうか。ヘリサータ、あれをちょっと今回はねやってみようということでね、早速やっていきます。とりあえずねヘッドが邪魔なんでね、全部ヘッド取っちゃって、一回ヘッド外してプッシュロッドを抜いて、それからもう一回つけてみて、どのなんていうのかな、ネジ山がいかれてるのかなと思ってちょっと確認したんですが、ほぼ全部いかれてました。というわけで4箇所とも全て 1.6D ってやつですね、ヘリサート入れていきます。4箇所です。でもね4箇所ともね貫通してたんでね、なんつうのかな、尻尾の部分をねもうちょっとね必死に探す必要はないのかなと思って、ちょっとね今回は気が楽です。でねちょっとね気が楽なんだけどね、ちょっとねいろいろ油断してね、バッテリー切れてるのに全然気がつかなくて、もう下穴開けた後に気づきました。下穴開ける前もね、これはまずいっつって、なんかもうさもね当たり前のようにこのマスキングをしてるんですけど、それもね結構ねきっちり取ったんだけどもね、それが取れてなかったのがねちょっとね残念でした。もうねとりあえず今が下穴の加工が終わって、ちょっとね切り子をちょっとパーツクリーナーで飛ばしてるところです。準備ができたところでヘリサート用の、ネジ山を切っていくんですが、これタップ、前回スタッドボルトの時にね力かけすぎてねタップハンドル割っちゃったんですよね。なんでね新しいの欲しいななんて思いつつ、ぶっ壊れたまま使っております。で 1.5D のヘリサートだからそんなに深くなくてもいいんだけど、一応抜く気はないな抜くのはないんで、一応でもねちょっと1本貫通させてます。結構ね下穴 5.2 だったかな、大きめに開けたんで、大きめに開けたというかね、ちょっとねドリルのこれの専用のねドリルの刃をね折ってしまってね、違うドリルの刃使ってるんですけどもね、開きゃいいんですよ、開きゃ開きゃいいよっていうのもね雑なんですけども、しょうがない。ね使えればいいですよね。ちょっとヘリサート入れることによってねちょっと不安だったのが、規定トルクまでかけられるのかなっていうことだったんですけども、もともとのこの規定トルク自体がこれそんな高くないんですよね。なのでね大丈夫かなっていうのと、そもそもの話、ヘッドの取り付けの締め付けトルクが14ニュートンなんで、そんなに高くないんですよ。ヘリサート自体の強度なんかよりも、その本来のね締め付けトルクを当然優先する、当たり前は当たり前ですけどもね、だとしたら全然強度的にはね問題ないと思うんでね、あんまり気にしないで組まれていいのではないかなと思いますって自分で喋ってても思ったんですけど、確かにヘリサートの強度あんまり気にしてね締め付けトルクってないなって、普通だってそれより強いだろうっていう風に、思うんでね、そこは気にしなくていいと思います。締め付けトルクの方が絶対低いはずなんでねと思います。早速に、ヘリサート突っ込んでいきました。だいたいおおむねいい位置かなって、若干ね1回転ぐらい奥めに入れました。であとはもうハンマーで尻尾を折るだけで、これもなんかもね結構簡単に折れちゃうんで、なんていうのかな、シリンダーのフィンの外側にねこれ出てくれるんで、ここに下に映ってるんですけど、これ光が見えるけどちゃんと外から撮れますんでね、あんまり気にしないで大丈夫です。と言いつつね、私もねちょい乗りのエンジンにねヘリサート入れるっつうのはね初の行為なんでね、入れてみて分かったことなんですけどね、全然大丈夫じゃんみたいな。でねやっぱいいですよ。もうほんと結論最初に言っちゃうんだけど、本当にきっちり安心して締められるんですよね、規定トルクまで。アルミのやっぱりシリンダーだと本当おっかなびっくりで、こう規定トルクまで締めててもなんか微妙にぐにゃって回るような感触があって、なんか開閉するたんびに毎回ドキドキしながら締めてたんですが、今回はねかっちりきちってこうしっかり止まるって感じでね、なかなかいい感じでしたよ。道楽親父ちょい乗り大好きなんで、今後ちょい乗り買う機会があったらおそらくねこれ一回ヘリサート全部入れちゃうんじゃねえのかなっていうか、その前にね最近ちょっとちょい乗りの価格調べたんですけども、軒並み中古車なのに新車の価格を馬だって
上回る価格で取引されてるんですよ。高いのなんか20万を超えるぐらいの勢いで、まあそれは新車だったのかな、なんですけどね、本当にちょっとプレミアムにも程がある、ね、もう少し安い価格で取引していただいた方がね、ちょい乗りストというかマニアにとってはね幸せなんですけどもね、まあそれと同時にね、なんかプレミアムな価格がつくってことでね、なんかオーナーとしてはねちょっと誇り高い誇り高いですよ。まあそんなちょい乗りの、せっかくねバラしたんでね、適当にカーボン取ったりお掃除したりしていきます。で登場したのがね、このね、私思うにカーボン除去これ最強かなって、まあいろいろ他にも使えるリムーバー、ワコーズのリムーバー私いつも使うんですけどね、これいいですよ。なんか皆さん他のものを使ってる、これエンジンコンディショナーとか使ってるけど、これねちょっとね下ねサンバーのバンパーのね色剥がしちゃいました。まあ、気のせい、だけどねほんとねいいですよ。これ本当によくカーボン落ちます。もうだからもう何でも使っちゃうみたいな、本当にねこれでもかっつぐらいぶっかけで、これそんなね安いもんじゃないんですけどね、まあそれ以上に落ちがいいってことでね、もう私は愛用しておりますよ。ワコズですからね、ワコズでもってねパッキン全部変えまし、変えてないや、エンジンこれ割ってないんですよ今回。まだね最高速テストもクソでね、最高速テストも何もやってないんでね、とりあえず、カムの方は樹脂カムの方は一応購入して用意はしてるんですけども、とりあえずまだ交換する必要がないかなということで、とりあえず、エンジン割った時用にこのガスケット1枚取っといて、ヘッドとベースガスケットヘッドベースはないや、これベースガスケットないですよね。ヘッドガスケットとヘッドカバーのガスケットか、パッキンというかガスケット、それをね新たに新しく、はめていきます取り付けていきます。さてヘッドと合わせてね、ピストンの方もね結構ねガッツしね、これ取れねえんじゃねえのかっていうぐらいのカーボンがついてたんですけどもね、吹いてねほんと30秒も経たないでもうこすり始めちゃったんですよ。でこすり始めてねしばらくなじませてね、もうね見事な、本当にねこんなに落ちていいのかっつうぐらい、これですよこれ。もう本当にね、本当はね全部バラしたかった。多分ねこのオイル、このオイルかき出すブニョブニョブニョっていうあれあるじゃないですか。あそこもね多分ねちょっと汚れ詰まってんじゃないかと思うけど、今回もうバラさないんでもう省略、まあ次回機会があったらやりますんで、というわけでねガスケット入れていきます。でこのガスケットのセット、これ純正でねまだ全然売られてたんで、まだ全然かどうかわかんないです。今回は売られてたんで購入したんですが、これいろいろついてるんですよね。なんていうかな、ドレンの動ワッシャーだとか、あとこれマフラーのガスケットもついてたんですよ。もう本当最初にマフラー疑ってごめんね。マフラーガスケットもマフラーガスケットじゃないや、マフラーガスケットですね。それもねちょっとね奮発して奮発じゃないや、結構ねこれマフラーのガスケットってね外すの大変なんですよね。ヘッドにねこのへばりついて、これなかなか取れないですよ。前ねこれやるとねこの向きでね持つとね手ねマイナスドライバーぶっ刺すんでね、本当にね何回か痛い思いしてね1回だけ外した記憶があるんですけどね、それからね恐怖でね外せなかったんですけどね、今回はねまあ 4,5 分格闘したけど意外とペロって剥けちゃいました。であとはこれ押し込むだけですね。結構ね押し込むとね抜けないというかね、結構ぴったりめに作られてるんでね、まあはめるのは楽ですね。なんていうのかな、普通のガスケットってこう下向きでこう、まあ、エンジン横置きのエンジンとかって結構スクーター多いから、こう上向きにこう押し込むとポロって落ちちゃってなかなか入れづらいんだけど、これの場合はね落ちてこないんでね、もう取り付け楽ちんです。で今度はヘッドガスケット逆につけちゃったっていうことでね、この見えない位置でね入れ替えております。もうね本当ねドラクエでね逆に組むのが大好きなのかね、本当必ず1回間違えてあれ違うわっつって戻す。前回というかね、前のねホンダのトゥデイの時も、トゥデイじゃないや、ホンダのディオの時もそうでしたけどね、あえてね狙ってやってるわけじゃないんですよ。これ素で間違えてるだけなんでね、許してください。
でそれよりもね、そもそもの話、私そんなね毎回交換するたんびに新品のガスケット入れてません。使い回したりたまにしちゃいます。こんぐらいなら大丈夫だろうっていうことでね、まあ2回3回に1遍ぐらいは使い回しちゃいます。これそろそろまずいなとか、もう黒いところ剥げてきたなとか、紙ガスケットも破れたなと思ったら当然交換はするけども、もう破れなかったりね、黒いところねまだ元気だったらね、いやそのままストップで使っちゃおうみたいな。それがいけないんでしょうね。ごくたまにというか、結構な頻度というか、滲んできちゃったな、やっぱ変えようみたいな感じで、結局2度手間3度手間になることもあるんですが、そんなんないかな。あるかまあね、本当にねやるたんびに交換を一応はおすすめします。で規定トルク14以上、ちょっと 14.2 までいっちゃったんですけども、安心して14までかけられるぐらいのなんつうかしっかりしたなんつう感触に変わりました。おすすめです。というわけで、ヘッドの組み付けが無事終わりましたんで、これからヘッドの、バルブロッカーアームの取り付けの方、これなんですけどももう本当にバルブロッカーアームをそのまんまピン刺すだけなんですよね。でつけてからプッシュロッドを押し込むという、私はその技を使うんですが、ちょうど画面に映ってなくてね説明できないのがすごく残念なんだよな。でもしょうがないですね、撮れてなかったんだから。というわけでね、そういったこのね、なんつうのかな、ラジオペンチでつまみながらスッて差し込む、ただそれだけの話です。でカムを触ったわけじゃないからなんかタイミング見るわけではないんですけども、これ手で回してみてプラグじゃないやバルブがねピストンに当たってないかの一応確認一応バルブが動くかの確認と、そんな確認がてら一応外しただけです。普通にバルブもちゃんと動くし、問題ないだろうということで、こんな感じでね、やっぱりねフォーストやるときってね必ずこれやる癖つけといた方が私はいいと思います。きっちりやったつもりでもね、何かの拍子に例えばずれてたりして、なんぞかな、バルブひん曲げちゃったりだとか、下手するとバルブ折るだけじゃなくシリンダーピストンシリンダーに傷つけちゃったりとかっていうのがねあるとえらい高額な修理になってしまうんでね、それを未然に防ぐためにこれ手で回すとねカチンと当たった瞬間に気づくんでね、傷どころか曲がることもほぼないんですよ。なのでそういうやり方をしてます。あと1回ねちょっとヘッドを開けて、当然ヘッドガスケットも変えたんでね、クリアランスの調整で、これは 0.04 から 0.07 ぐらいなのかな、確か 0.05 ぐらいまでに合わせればいいと思うんで、私は 0.04 に合わせたのかな。このタペットの調整、バルブクリアランスの調整なんですが、この鈴木のちょい塗りはね下が回ってない鈴木のちょい塗りはね2.5 かな、 2.5 の六角でできちゃうんですよね。ホンダなんかなんか四角いこのなんか特殊なネジ回し使うんですけどもね、六角 2.5 で確かできちゃうはずなんでね、楽ちんです。あとは 8mm のメガネでね、こうメガネ引っ掛けながらちょっとずつこの六角でもう角度調整していきながらやればね結構簡単にできちゃいます。で、新品のヘッドガスケット入れたんで、若干太いのかな、太いってことは間が空くのかな。いやでもねほぼそんなにねブレがなかったのかな。だからあんまり株はね減ってないような気がします。まだまだいけそうな気はします。ちょっとね開けてみないとはわからないんですが、今回は本当株はやらないと心に誓ったんでね、そんな感じでやっていきます。すいません、電動のねドライバーにね六角のやつつけてるけど、これ電動使う気はないんですよ。ちょっとね六角の 2.5mm どっかやっちゃってね、このなんだこう差し替えのこれのやつしかなかったんですよ。なんでねそんなの使ってるんですけど、ちゃんと六角の 2.5mm で0.4 でねちょっときつくて、0.04 でちょっときつくて 0.05 で綺麗に入るっていうような形なんで、おおむね 0.45 ぐらいな感じで揃えました。これでね吸気排気とも、きっちり、バルブクリアランスの方を合わせたんでね、変な異様もないことでしょうと。
しかもね今回は奮発してというか、まあちょっとね動画で撮るんでね、一応これ交換しないとかっこ悪いだろうということでね、ただただね交換はしてるんですけどもね、こんなん見えてないところにはねこっそりね道楽親父は交換しないで組んじゃったりはします。でもねまあ漏れなきゃ大丈夫なのかな。まあ一応まあ表向きは交換ごとの交換ごとじゃないや開けるごとに交換してくださいと一応言っときますけどね。これねヘッドの方はヘッドカバーの方は11なのかな、若干短いんですよね、ボルトの方も。なんでね、なのか一応11、ニュートンメートルとなっております。いざ、フレームに乗せます。ちょい乗りへのねエンジンの搭載の仕方なんですが、まあ人によってまちまちだと思うんですけども、私はまあちょっとフレームの下にエンジンを置いて、このスタンドなんていうのかな、要はバイクのスタンドをこう踏んで持ち上げるような感じでエンジンをこう持ち上げて、その踏んだまんまの状態でどっか一本刺すという、どっか一本ネジ刺しちゃえばまあなんとか止まるんだろうということでね、まあ、そうやりながらね、あと刺せるところポスポスボルトを刺していくっていう方法で、まあ、いつもなんとか根性で刺しております。まあ今までね何度となくエンジンを下ろして乗せてやってたんですけどもね、まあ、この方法がね私的には一番しっくりくるというか、一番やりやすいんでね、まあ、このやり方でやっております。まあ、ボルトの方も1本入れればまあ大体形的に収まるんですが、1本じゃちょっと心もとないので2本ぐらいぶっ刺すともう安定しちゃいます。もうあとはねあと残りの3本合計5本を、刺していくんですけど、まあ押すか引くかというか、持ち上げるか押し込むかすると入っちゃうんで、まあ大体こう持ち上げるか押さえ込むかではめていきます。このエンジンマウンティングボルトを止めてるナットなんですが、これロックナットになってるんですよね。ロックナットって基本1回じゃなくてもいいと思うけど、何回か、まあ1回なのかな、交換を推奨してると思うんですけども、確かでもね私交換したことない。なんかもったいないんだもん。まあロックナット一応ロック効くからいいかなって。でちなみに私はネジロックもつけてませんつけんのかなこれ、ちょっと後でサービスマニュアルちょっと見てみようまあ私はロックナットを交換もしてなきゃネジロックも使って止めてません。まあちょっとサービスマニュアルの結果はどこぞやの動画の間にでもぶっ込むかもしれないんで、お聞き逃しなくというか言わないかもしんないやそれ。というわけでマフラーをもう取り付けに入っちゃってるんですけどね、やっぱりいいですね新品マフラー。あと新品のガスケットなんでね、若干ねやっぱりきっちりこれ10ニュートンなんですよね。10ニュートン、まあっていうかぺったんこに結構これねちょい乗りのガスケットってね本当にぺったんこに縮んでね、大丈夫なんかよっていうような感じなんですけど、なぜか排気漏れしないんですよね。排気ガスの圧が低いのか何なのか、まあまあとりあえずこれ10ニュートンで取り付け用のなんていうのかな、マフラーのこのなんていうの止める、まあ、全部のネジは10ニュートンですと言いつつインジケーター見ると11までかかっちゃってるんですけどね、まあ1キロぐらいはね全然大丈夫ですよきっと、まあ最悪またヘリサート入れりゃいいんでっていうね甘い考えでいるとね絶対そのうち失敗しますよ私まあねでもそれがね道楽親父のいいところというか、そのねイレギュラーが楽しいんですよ。まあねそのイレギュラーのために人生楽しんでるようなもんで、どっちやねんみたいなというわけでマフラーが無事取り付けられて、今度はチェーンなんですけど、これねチェーンね交換した方がいいかもしれない。さすがにねこれ雨ざらしで10年近く 7,8 年だったらもうチェーンとしての機能が果たせないというか、まあ、唯一の救いはちょい乗りがあんまりトルクがないっていうことでね、チェーンへの負担がないんでブチ切れることもなければ、まあ伸びるは伸びるだろうけどね、まあそんなに危機を感じていないんですけどね、まあできることならねこんなサビサビのチェーンよりも新品のね綺麗なチェーンを入れた方が、いいとは思います。でちなみにこいつは後期型なんで、
なんだろうな、415と420の間ぐらい418とか、なんだそんな数字あんのかな。なんか微妙なサイズなんですよね。でもこれ415も420、いやじゃないや、なんつうの D41 だかな、もう420入れちゃって全然問題ないです。全然普通に幅が違う、幅というかなんつうのかな、幅が違うというか、若干の違いしかないんでね、もう入れても分かりはしないし、もう純正入れたかったら純正入れればいいし、もうそれはやっぱりオーナーさんのお好きなようにしていただければと思います。私のはですね、実は、スプロケットこれ25丁に変えておりますんでね、なかなかいいですよ。ちなみに私は北コのモンキー用のやつを長穴加工して使っております。若干ねこれねピッチが違うんですよね。なのでね取り付け穴を若干長穴加工しなければならないんですが、全然問題なく、ほんの3ミリぐらい削るのかな。棒ヤスリでもいいしリューターでも構わないんでね、削って簡単に加工できます。でそれに合わせてチェーンも新品にすると、あら不思議、最高速が最高速というか40キロぐらいでうなってしまうって、そういった現象がなくなるんで、変えて損はないと思います。なかなかおすすめですよ。しかもね値段が安い、1600円ぐらいのチェーンが安いのだったら1000円ぐらいで手に入るんでね、それも合わせてぜひぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。さていかがだったでしょうか。今回ね無事にへんてこりんなとこからの排気漏れも治って、元通りになれたのかな。これでねまた妻の買い物の足としてね元気に働いてくれることでしょう。あとねちょい乗りのちょい乗りの便利なところはね、こうやって簡単に車に積めるところですよね。しかもこれセカンドシートというか、後ろの折りたたみのシートなんだけど、後ろのシート出しっぱなしの状態でこれ斜めにこう詰めちゃう。しかも工具とかいろんなもの積んでてもね、その間に入っちゃうというね、本当ねこの小さな車体がね本当に便利ですよ。非力なのはたまに傷ですけどもね。今日はね晩酌をしないでおとなしく寝ましたっていうわけではないんですよね。ちょっとね晩酌のネタがなくなっちゃったんでね、今日は特にありませんけども、最後までご視聴ありがとうございました。道楽おやじでした。